それでは、人数分のお茶とお菓子が用意されたことですし、そろそろお話を始めましょうか。と言っても、改めてお話をしましょうと言われても、少し戸惑いますね。なんというか、メンバーが新鮮で、何から話します？でしたら、まだ自己紹介も済んでいないので、ラティーファ様にご挨拶をしてもよろしいでしょうか。そういえばまだ自己紹介が済んでいませんでしたね。どうぞどうぞ。それではありがたく。はじめまして、ラティーファ様。もうご存知でしょうが、リーゼロッテ・クレティアと申します。この度は足をお運びくださり、誠にありがとうございます。はい、はじめまして、ラティーファです。よろしくお願いします。あら、もしかして緊張しているの？ラティーファ。少し。リーゼロッテさんとは初対面だから？でも、初めて私と会った時はそんな様子はなかった、よね。あの時はミハルお姉ちゃんたちも私と同じようにセリアさんと初対面だったから。でも、今は私だけがリーゼロッテさんと初対面なわけで、なんというか、ラティーファは、心を許した相手にはとても人懐っこいですが、根っこの部分は意外と人見知りなんです。もう、お兄ちゃん。そう身構えないでくださいな。ハルト様からお話を伺って、私、ラティーファ様とこうしてお会いできるのを、すごく楽しみにしていたんですから。私も、リーゼロッテさんにお会いできるのはすごく楽しみでした。だから、ここへ来る前に自己紹介の練習もしたんですけど。私は、ラティーファちゃんがかしこまっちゃうのもわかるかな。ハルトさんに連れられて、初めてリーゼロッテさんのお屋敷にお邪魔した時は、私もかなり緊張しちゃったから。懐かしいですね。やっぱり、相手のことをよく知ることが大切だと思うんです。何度もリーゼロッテさんにお会いして、お話をして、今では緊張しないようになったので。となると、差し当たっては、ラティーファ様にはもっとリラックスしていただくのが理想ですね。それこそ、自分のお家にいる時のように、あまり身構えないで済むよう、皆様の滞在中は屋敷の人間をなるべく同席させないよう手配はしたので、あとは、もてなす側として、私の腕の見せ所でしょうか。リーゼロッテさん張り切っていますね。でも、だったら一つ提案なんですけど、リーゼロッテさんも今日はもてなす側の意識を持たないで、とことん無礼講でいきませんか？とことん無礼講とおっしゃいますと、具体的にはどのように？ほら、今日こうしてお泊まり会が開催されることになった目的の一つが、お互いの親睦を深めることにあるわけですし、お互いの年齢も近いわけですから。例えば、こうして一緒にいる間は、互いの身分を忘れて、年代の近い友達らしく振る舞うんです。相手への敬称も普段よりも緩めて、口調も砕けた感じにするとか。なるほど。つまり、例えば、セリアからサツキさんへの呼び方を、サツキ様や勇者様から、サツキにするとかでしょうか。まあ、そうなるわね。私、勇者様とかサツキ様って呼ばれるの、本当はむずがゆいから、慣れてはきたんだけどね。確かに、以前に私が、お城でサツキさんのことを勇者様とお呼びしたら、すごく嫌がっていましたね。あれは別に、相手がハルト君だったからで、じゃなくて、ほら、ハルト君だって、今はリーゼロッテさんがいることを意識して、一人称を俺じゃなくて私にしているでしょ？そういうところをもっと砕けさせないとダメなのよ！なるほど。というわけで、どうかしら、みんな。皆さんと親しくなりたいのは山々なので、私としては望むところではありますが、私も同じくです。私もです。面白そう、とは思いますけど、いざ呼び捨てで呼ぼうとしたりすると、ためらってしまうかもしれませんね。だったら、照れたり躊躇したりしたら、罰ゲームというのはどうでしょう？どうしてそこで私、いえ、俺を見るんですか？よ、罰ゲームにハル
トくんが絡んだ方が面白くなるかなと思って。だったら、お兄ちゃんになでなでしてもらうのがいいと思います。それは、ラティーファちゃんにとっては罰ゲームというより、ただのご褒美なんじゃ。その言い方だと、みはるお姉ちゃんにとって、お兄ちゃんのなでなではご褒美じゃないの？そういうわけではないけど、って何を言わせるの、ラティーファちゃん。そんな真似されたら恥ずかしいって話で。ふむふむ、恥ずかしい。なるほど、それいいわね。はい？罰ゲーム、ハルトくんに恥ずかしいことをしてもらうのよ。恥ずかしいこと？さつきさんは一体俺に何をさせるつもりなんだろうか。何を見ているのよ、ハルトくん。勘違いしないでよね。恥ずかしいことってそういうことじゃないんだから。分かっています。いや、どういうことなのかわからないんですが。私が言おうとしたのは、友達らしく振る舞えなかった場合の罰ゲームっていう言い方はあれか。ペナルティとして恥ずかしいこと。例えば、ハルトくんに頭を撫でてもらえばいいんじゃないかと思っただけよ。みんなに見られている中で、そんな真似をされるのは恥ずかしいでしょ？かもしれませんが、それだと、俺は常に恥ずかしい思いをすると思うんですが。お願い、ハルトくん。私たちの親睦を深めるためにやってくれない？そんな目で見ないでください。わかりましたよ。やった！さすがハルトくん！はい、妙案があります。どうぞ、ラティーファちゃん。お兄ちゃんにどんなことをしてもらったら恥ずかしいのか、みんなで紙に書いて、ペナルティのたびにくじとして引いたらいいと思います。ふむふむ、面白そうね。よし、それ採用！なんか、どんどん話が進んでいくけど。でも、面白そうな試みだと思いますよ。肝心な役回りは、ハルト様に頼りきりになってしまいますけど。でも、それだとハルトさんのペナルティは？ハルトくんにペナルティが発動した場合には、私たちの誰かが相手役になって同じことをすればいいんじゃないかしら。というわけで、そのくじも一緒に作りましょう。